ひとまる、いや、ひとまる。よいしょ。久々のひとまる式戦車ですね。まあ塗装なんですけど、どうやって塗ろう。前と同じようにするかな。AFV、 今 AFV って言うのかね。いろんな塗り方があると思うんですよ。とりあえずオキサイドレッドで真っ赤っかにしちゃいたいと思います。一旦前ね、もうだいぶ前に先走って、シャシの方はこんな感じで塗ったんですけど、オキサイドレッドに下はちょっと黒でもやもやっと塗ってあります。で車体上部も同じくオキサイドレッドで一旦塗って、おそらく前と同じような感じですね。前はパネルラインをシャワーロック塗ってたんですけど、どういう風にするかな。それこそこいつらもね、この人も一旦赤くしようかなとは思うんですけど、とりあえずオキサイドレッドでブワッといきます。ブワッとサフェーサーなんでね、あんまり厚く拭いちゃうとディテール潰れちゃうので、軽くでいいと思いますよ。どうなんでしょうね。普段洗車作らないからな。しかもカーサフも使わないんで、あんまり持ち手がないから、まあ半分ずつ塗ってきゃいいと思います。もう一応ね、内側はまあ見えなくなるんですけどね、ほぼほぼ。で、前の48の時は最初に黒を塗って白を塗って、それからこの茶色をのせてたんですけど、今回は赤く塗って黒く塗って白く塗ります。楽しんでますね。で赤は赤で残しときたいんだけども、どうしようかな。パネルラインをどの程度暗くするかとかね、あるんですよ。とりあえず今パネルの部分ですね、このパネルを一旦こんな感じで黒くしてやると、でこの上に白をまた同じように塗るんですよ。でその白と黒の明暗でまあ黒と白のバランスで明度の調整をしたいという分ですね。そうするとこのパネルラインとか影になるようなところは、引きすぎた。この赤は赤で残る。このやり方でいいのかな。影もうちょい
だから今こういうパネルラインもほんのわずかに黒をのせてやれば明度は下がりますよね。明度調整だから、この後の白の塗り方でどうなるかですね。これカメラ結構露出が上がってるんでかなり明るく見えるとは思います。実際目で見た感じは結構暗いですね。でなんでパネルラインプレシェーディング、飛行機で言えばプレシェーディングで通常そこは黒く塗るんですけど、なんでパネルラインが赤いのっていう部分なんですよね。謎です。だからもっと積極的にこの影の部分なんかを黒くしちゃってもいいかもしれない。どうかな。そうすると影の部分は影の部分黒く塗っちゃってそこだけ残すっていう方法もあるか。そうすると同じ感じで塗っていってこの後の白でコントラストをつけていくとか、そういう感じですかね。ちょっとどうなるかわかんないです。パネルラインとか影になってる部分ちょっと黒を多めにのせてみます。このクーポラの下とかね、こういう付け根とかで側面真横向いてる面も若干黒をふわっと多めに塗って、上面はそれはやってないです。こう物がごちゃごちゃっとあるところはちょっと影にしたいんで、物がごちゃごちゃってあるところは影にしたいんですよ。これはこれでいいのかなって気もしますね。下の赤が完全に消えるってことはないんで。で出墨の部分、エッジの部分はちょっと赤を多めに残すような感じにはしてますね。塗ってってなんだろう、どういう塗り方をしてるのか分かんなくなっちゃう。要はこの黒が後々汚れも兼ねてほしいんですよ。汚れってほどじゃないよ、なんて言うんだろう、染みついたような汚れっていうわかんないですけどね、どうなるかっていうのは、上に塗る色が濃いのでここで白黒塗っても多分ほぼほぼ消えちゃうんじゃないかって気もするんです。ただ前の48が意外に白が生きてたんですよね。
下側は真っ黒塗っていいと思います。真っ黒ったって赤を生かしたいんで、結構ザクッとやってますけどね。下はいずれ見えなくなりますから、こんな感じね。ここに関しては白は入れない。で次が艶消しホワイトで模様を入れてきますで、今やったパネルの部分ですね。レズミはやらなくてもいいかな。どうしようかな。やってもどっちでもいいと思うんですけど、パネルラインだけは入れないように。これ今 0.3 ミリのレイヤーブラシですね。で非常に細拭きでマーブル模様を入れていけばいいと思います。これがどの程度効果が出るかですけど、角のでエッジには乗せない方がいいですね、やっぱり。あとついでにこの中白なんで、あとやっちゃってもいいかな。白って見えないですけどね、ほぼほぼ。パッチの裏はオリーブグリーンなんですけど、板とか壁は一応白なんで、これでいいっしょ。光が当たってるところを平面に光が当たってるところですね。体色も兼ねると思う。どうなのかな、ちょっとよく分かんなくなってきた。で横はちょっと少なめに、横はこのままでいいかな。軽く出ない。軽くじゃねえな、これは。今結構時間置いといたんで、あれですよ、買い物行こうと思ったらバッテリーが死んでました。買い物ついでにバッテリー交換してたんで、その間どうだろう、3時間ぐらいかな。
中でね分離しちゃってるんで、多分それで出ない。よいしょ。しゃびしゃびでしょ。これ薄吹き細吹きするんで、多少なんだろう、イメージと違ってもいいんじゃないですかね。で、若干上刃は光の当たってるところは白強めについてます。横とかは薄いですね。この違いですね。白の量を上刃は多くしてます。でパネルライン塗らないのはパネルラインエッジを塗らないのですね。エッジを塗らないの、デスミを塗らないのはその部分はちょっと違う色っていうかね、明るめの色を塗るんで、あえてそこは塗らないでおきます。大体どんな感じになるのか、その辺は前のあれですよ、48の一丸で理解できてるつもりなので実際理解なんかできてないけどね、多分。でこの辺は本当にうっすらですね。下向きの面は下向いてるのは全然ないですけど、で一応真上からフックとかに軽く白をのせてやって、ただそんなに神経質にはならなくていいと思いますね。仕上げの色じゃないです。あくまでも下塗りですから、実際どの程度どういう感じになるかは塗り上げてみないとわからないですね。これしまったら目が詰まっちゃいましたね。砲塔はこんな感じです。でお人形さんも黒く塗ったんですよ。お人形さんも。でこれは今これではちょっと薄いかな。上げてみますか。まず下半身はねもうほぼほぼ隠れちゃうんで、
この今の白黒に従って色を塗り重ねていけばいいと思いますね。車体の前、車体もほぼほぼ今のと同じです。ホイールをね、ホイールもほとんど隠れるんですけど、センターだけに乗っけとけばいいのかな。これまた色を塗り重ねていけば違ったことになってくると思いますから。車体はもう今の砲塔と同じですね。この辺りは隠れるけど、こう斜めになった時に出るところがあるんで、それだからこの丸の内が必要ないですよね。で一応ここもパネルラインなんで、こういうのは避けてやって、ただメッシュだから、メッシュはどうしようかな。メッシュ網目だけ出しときますか。スカートはお人形さんと同じような感じでいいと思います。斜め上からかけてやるような感じで、これもだからね、乗るのがこんな感じで塗っていきます。とりあえずあれですね、これ終わったらば車体の塗装の方をやっていくので、次回はそのあたりかな。また多分どうしても車とか飛行機の方がメインになっちゃうんで、ちょっとアップが遅くなっちゃう。もう戦車に関しては本当に経験値が全くと言っていいほどないんで、もう人の見よう見まねなんですけどね。その中で自分のオリジナリティみたいなのが出せたらなと思ってはいるんですけど、なかなか難しいよね。じゃあ次回は明細かな。32分の1でやる一丸戦車の3色明細です。それではまた。